皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は日常で使える東方キャラクターの擬音語トップ7を解説していきますよ。幻想郷の擬音といえば、ヨウムのミョンみたいな特徴的で可愛い擬音があるから気になるぜ。幻想郷の擬音語は意外とたくさんあるんですが、その中でも困った時などに使える擬音語を厳選してきたので楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。では東方日常で使える擬音ランキング第7位は東方地霊伝6面ボスを務めた霊宇治うつほのうにゅ、です。かわいい。うつほは親友の火炎病輪と同じくコメージ悟りのペット。通称は奥もしくは奥だよな。彼女は地霊殿に住まい、灼熱地獄跡の温度調節を仕事として平和に暮らしていました。しかし、あるお茶目な神様からあの赤い目の神霊を宿されたのです。ただ、神霊を宿すには厳しい条件がいるんだよな。そう、神霊を宿すには、無個性で無名それでいて自我に無頓着であり全てを受け入れる包容力が必要なのです。一番簡単なのは頭の中を空っぽにすることで、奥は元々の天性で頭の中が空っぽなので、神霊を宿すことができました。かっこよく言ってるけど鳥頭なのね。そんな可愛らしい奥はエキストラストーリーにてうにゅと発言したんですよ。それではエキストラストーリーを見てみましょう。雪の白霊神社。間欠泉は止まることはなかったが、幽霊や怨霊といった地底の霊が湧いてくることはなくなった。地底の住人は思った以上に今を楽しみ、平和に満足していたようですね。地上の妖怪が危惧したような企みも野望もとうに失われ、地上を攻め入ろうとする者は愚かな動物にわずか見られただけだった。これからは地底都市も恐れることはない。霊夢たちも比較的自由に行き来できるようになった。その代わり、地底の妖怪もちょくちょく地上に顔を出すようになったのだが。でさ、何か釈然としないんだけど、カラスが暑すぎて間欠泉が止まらない。猫が困って地上に怨霊でサインを送っていた。ってことだろ？カラスが暑すぎる理由は神様を飲み込んだからでしょ？色々と分かってきたんだけど、でも、誰かが何らかの目的でカラスに力を与えたんじゃなくて、力を与えた理由がさっぱりわからないの。そこんとこ、どうなんだ？うにゅという感じで、うにゅが使われたんですよ。質問されたのにうにゅで返すところ奥らしくて可愛いな。ちなみにマリサのそこんところ、どうなんだもいいですね。ちょっと人前で扱うのは勇気がいりますが、ヨウムのミョンよりはかなり使いやすいと思われますね。これを不意打ちで使ったら笑いが起きそうかもしれないぜ。その通り、奥のように質問された時に不意打ちで使ってみるといいですね。例えば、マリサさんそこのスプーン取ってよ。うにゅみたいに使うと良さそうですね。実際使ってみたけど結構抵抗なく使えるからありだぞこれ。あともう一つ使い道があるんですよ。例えば、マリサさんって結構、柔らかそうなうにゅパイです。それでは日曜で使える擬音ランキング第6位は東方嘉永塚の八面ボスを務めた小野塚小町の剣です。王道かつギャップ萌えを狙える素晴らしい擬音だな。まず小町は種族は死神で、地獄の閻魔様の式役の部下で三途の川の渡し盛りをしていますよ。非常にマイペースな性格をしていて、よく仕事をサボっちゃってるぜ。嘉永塚では異常に集まった霊魂が幻想郷に溢れたのですが、相変わらずマイペースに仕事を進めていたため異変が長引いていたのです。そして時期組と弾幕ごっこ後錦様に見つかっちゃっていますね。それでは小町の剣を実際に聞いてみましょう。で、花の異変は何だったのかしら？だから仕事の邪魔しないでよ。このまま私の仕事を邪魔をするときっと。ボスに怒られちゃうとか？何サボってるの小町。剣？あら冗談のつもりでしたのに。といった感じで、小町はたくましそうなイメージがありますが、上司の式様に怒られた時は剣と可愛らしく鳴きます。ちょっと剣にキュンとしてしまった。他の時期でも同様に剣をつけていたので、ズンさんがギャップを狙って入れたものだと思われますね。それでは実際に剣を使ってみましょう。ねえ、マリサさんって今日どんなパンツ履いてきたの？霊夢さん学校でそんなこと聞いちゃう？ちょっとそこのあなたたち、学校でそんなハレンチな話しないでください。剣、みたいな感じで誰かに叱られそうになったら使うとギャップ萌えで許してもらえちゃいますよ。いやまずシチュエーションがありえんだろ。それでは日曜に使える擬音語ランキング第5位は、カラス天狗のジャーナリストである社名丸綾のあややややです。おお、これはめちゃくちゃ有名だけど原作からあったんだな。社名丸綾は天狗の一種であり、主に報道などを担当しています。そんな綾は幻想郷でもトップクラスの実力の持ち主。風神録では侵入者の霊夢たちの元へ新聞記者なのに上司から抜粋されているしな。また、恵むの優しさでもありますよ。また普段は栄養口調ですが、素はかなり砕けたような喋り方です。確かに、東方嘉永塚では誰でも敬語で喋っていたけど、風神録は特に取材ではないからタメ口だったよな。そんな彼女のあややややは東方風神録で発言しました。大きな滝を登っていく霊夢が、この滝を登れば山の上までも薄ぐだと思い、ようやく滝を登り切ったところで社名丸あやと出会ったんだぜ。あやややや、侵入者の報告できてみれば、まさかあなたとは。
ちょっと、別にあんたら天狗に用事があるわけじゃないわ。どいてよ。侵入者の報告を受けてなぜか私が呼び出されたのよ。私はただの新聞記者なのにね。何が言いたいの？あなたのことを一番よく知っているのが私だから。あなたの相談ごとにも乗れるかもしれないって上司の粋な計らいね。さっきも言ったけど天狗には用事はないわ。山にいる神様に会いたいの。といった感じで二次創作でもよく使われることがありますが、原作から使われているんですよ。これは日常的に使えそうだぜ。おそらく元は東北地方の方言であらまあくらいの意味。岩手県の説話周到の物語に天狗の話が載っているので、そのつながりだと思われますね。へえ、ちゃんとセリフまでそういう設定があったのか。これは面白すぎるぜ。ここから転じて、あやの愛称としてあややが使われることがありますよ。それでは実際にこちらの擬音を使ってみましょう。この前一緒に買った宝くじどうだった？私は全部外れだったよ。実は私30万円当たったんだよ。あややや、大当たりじゃないか。みたいな感じで驚いた時に使うと便利ですよ。かなり認知度もあるから結構どこでも使えるかもね。ちなみに気になる矢の数なのですが、後に矢が4回が正解ですよ。ところでレイムさん30万円当たったってマジ？いや本当だと思ってたのかよ。さてさて、日常に使える幻想郷擬音ランキング第4位はパチュリーのウレッジが言った無給ですね。彼女はコウマ館に住むレミリアの友人で魔法使いです。魔力は膨大なんだが病弱喘息持ちで、身体能力はあまり高い方ではないんだよな。西洋魔術では、世界を構成する要素は翡翠風地の四大元素とされ、名前の由来であるパチュリーのアロマの原産地インドでは5大元素であるとされていますよ。また属性同士を組み合わせて使うこともできて、弱点を補ったり高火力の技を放つことができるのです。もしパチュリーの強力な魔法について詳しく知りたい方はこちらを見るといいぜ。そんなパチュリーといえば、二次創作ではマリサから本を盗まれるということがお決まりですよね。これは原作からのもので、東方高魔教にてマリサが本をもらっていこうとするときにパチュリーが持っていかないでと発言していますよ。でもみんな、マリサは泥棒をしているわけではなく、堂々と借りパクしているだけだから注意してくれよな。いや泥棒でしょ。そんなマリサに振り回されがちなパチュリーですが、東方水無双のストーリーでマリサが勝利時に言い放つのです。無給さあ答えな。外の世界に充満しているこの容器は、一体何なんだい？私はもうしばらく休憩するわ。役に立たないやつだな。この家もなんでこんなやつ買ってるんだ？といった感じにダメージをもらった時に使っていますね。パチェは元からの魔法使いで天性の才能を持っているのに、体が弱いパチュリーらしい可愛い擬音だよな。この無給や粛々、貧血でスペルが唱えきれないのに心を打ち抜かれた人たちは数知れず、そのインパクトから評判となり、パチュリー関連の二次創作においては使用されることが多いですね。またゆっくり系でもよく使われているよな。語呂合わせとして69をパチュリーの数字とすることがありますね。それでは実際に無給を使ってみましょう。いや無給、みたいな感じで、身体的ダメージや精神的ダメージを食らった時に使うといいですね。また無給は認知度もめちゃくちゃ高いから、友達の前でも使うことが可能なところがいいよな。可愛らしい鳴き声のような擬音なので好きな子が使ってたりしたらイチコロですよ。特にレイムさんとかぽっちゃりしてるし無給が似合うんじゃない？いやパチェじゃなくてレイムの擬音使うのかよ。では、幻想郷擬音ランキング第3位は東方鬼神城で初登場したつくも八つ橋のワッホイ。王道かつ可愛い擬音だな。八つ橋は4面の幻想郷上空嵐の中の不協和音の中ボス及びステージボス。キャラクター選択で容器を使用する A ルートを選ぶとステージボスとして登場し、容器を使用しない B ルートを選ぶと中ボスとして登場しますよ。またエクストラステージでは、姉のベンベンと2人同時に中ボスとして再登場するぜ。ベンベンと八つ橋は、元はただの楽器だったのですが、神妙丸の内での小槌の魔力が意図せず幻想郷中に散らされた異変に巻き込まれ、他の多くの道具たち、そして姉のつくもベンベンと共にもつくも神の妖怪に変化。だけど、姉と入って持ちのつながりはあるわけじゃないんだよな。そう、なので二次創作では姉妹でのユリもありますので受講生の紳士たちは必見。いや何の推奨なんだよ。そして小槌の影響と捨てられた経緯から世界を征服しようと考え行動に移そうとしたところで、レイムたちと出会い、退治された時に彼女が発言します。わっほい、この一つよかった。最終目的は、世界を支配すること？そうよ、そのお膳立ては整っているんだから。といったように嬉しい時があった時に使ったものではなく、驚いた時に使った言葉なんですよ。ワッホイをテンション上がった時に使ったじゃなくて驚きで使用するのは珍しいな。ちなみにレイム B ではありゃりゃ、強いのねー。マリサ B ではワーオ、こりゃ無理だーとなっていますよ。あらかわいい。それではこのワッホイを使ってみましょう。レイムさんってトマト苦手なんでしょ？実は今日作ったカレーにはトマトが入っていたんだよ。ワッホイ、全然気づかなかったよ。みたいな感じで、驚きと喜びの時に使えることができますね。これは結構普段から使えそうな擬音だぜ。
使いやすさはピカイチ、しかし少し東方らしさがないので、第3位とさせていただきました。でも、驚きと喜びに使えるから非常に使い勝手良さそうだよ。マリサさんとか見た目可愛いし、テンション高めなので使いやすそうですね。いやそれ旧作マリサが使った笑い方。いやそんなことないから。さて、幻想郷擬音ランキング第2位は、水の中のエンジニアの川代に鳥が言ったヒュイです。おお、こちらも驚き系の擬音で使いやすそうだぜ。まずはカッパのニトリなのですが、人間が好きなのに人見知りするエンジニアであり、これ以上危険なところへ行かせまいと主人公の前に現れて追い返そうとしてくれたのです。カッパであるためキュウリが大好物。一方で、カッパである以上頭の上には皿があるはずですが、常に帽子をかぶっているためわからないんですよ。もしお皿だったらキュキュッとで磨いてみたいです。いやシリコ玉抜かれるよ。ちなみに着ている服は高額迷彩スーツであり、手段は不明ですがこれで姿を隠すことができるようです。そしてその昔、妖怪の山にはパワーバランスが存在し、鬼を頂点とした社会があったのですよ。強大な力を持つ鬼には誰も彼も逆らえず、先ほど紹介したあのあやだでさえもヘコエコするほどだぜ。ちなみに東方地霊伝の難易度選択メニューでは、妖怪の山の上下関係らしき設定がわかるぞ。いろんな事情でいつしかその鬼はいなくなり、カッパや天狗は妖怪の山でのんきに暮らしていたのですが、そんな鬼に規定で出くわしちゃうことに。お見事、何かと不思議な奴だが、腕っぷしが強い奴には悪い奴はいない。さあ、次に行こう次に。次って行き先わかってるのか？そもそもお前の目的もよくわからん。目的は温泉でそういない。地上に間欠泉を出してる奴を探せ。お前もやっぱり温泉が目当てなんだな。カッパが温泉で酒飲んでるのは絵になるからな。その玉からの声。カッパの声なのか。おい、聞こえるかい？玉のカッパよ。山では平和に楽しくやってるかねへいへい、全くお変わりなく。心配するな、別に山を取り返そうとか思ってないさ。たまにはお酒飲みにでも遊びに来てやってください。みんな忙しくしてますがね。といったように、王道な驚きの擬音ですね。通信機で喋っているだけなのにあんなにビビるって鬼上司だったんだな。そう、ヒューと逃げたい気持ちと、驚きの声が合わさってヒュイ、になったのではと思われますね。ああ、確かにそんな感じするぜ。それでは実際にニトリのヒュイを使ってみましょう。いやー、新作の東方二次創作ゲーム面白すぎるぜ。でも明後日テストなんだよな。まあ明日にやればいいか。マリサ、あんたいつまでゲームやってるの？ヒュイといったように王道かつ東方らしさを兼ね備えた素晴らしい擬音ですね。実際使ってみた感じ結構自然に使えたし、これはめちゃくちゃいいぜ。認知度もそこそこあるので友達圏でも使えそうですよ。あともう一つ使い道があるんですよ。瞬間移動をした時に使えるんです。いや似てるけども。それでは栄えある第1位となったのは、土着神の頂点である森谷諏訪湖のアウです。うおー、やはり1位は諏訪湖の擬音だったのか。実は諏訪湖は守谷神社の本当の祭神で、生誕、農作、軍事、様々な事柄のたたり神である御社宮様を統括していました。古くは縄文時代より人々から崇められている神様のことだぜ。御社宮は蛇の神様であるという説の方が強く、カエルの神様ではないんですよ。カエルである理由は、八坂かな子に敗れたためと言われていますね。なるほど、だから諏訪湖は蛇に狩られるカエルを彷彿とさせているのか。結構本人は気に入っている感じですがね。風神録では守谷神社の探索に来た霊夢やマリサに対して、気さくに話しかけてきて神遊び、つまり弾幕ごっこをしようと言って弾幕勝負を挑んできていますね。こういうことから神様とはいえ、阿久からも温厚だと言われています。しかし、神様らしく何を考えているのかはわからないとのこと。そんな諏訪湖は子供のような可愛らしい見た目ですが、喋り方も可愛いのです。かな子が言ってた友達って、やっぱり神様なんだろうな。誰が友達ですって？私の神社を勝手に幻想郷に送り込んでおいて。よくもまあ、イケシャーシャーとそんなこと言えたもんだ。あんな女、敵よ敵。この神社はかな子の神社じゃないの？まあ、私の神社だったんだけどね。といった感じで、何か困った時に使える便利な擬音なんですよ。これはとても自然に使えそう。実はこのアウは大平正義元首相の口癖で、首相に就任していた1980年前後の流行語から拾われたもののようです。諏訪湖のアウの元ネタが意外すぎたぜ。これはめちゃくちゃ面白い情報だよ。それでは実際に諏訪湖のアウを使ってみましょう。あれ？長野ってどこにあるんだっけ？もしかしてマリサさん迷っちゃった？山道で迷っちゃったよ。といった感じに困ったら使える便利で可愛いらしい擬音です。
実際使ってみた感じは、みたいな感じで、濁して使っている感じだから自然と使えるよ。しかも東方らしさもあるのがポイントですね。また表情もポイントが高く、口を肩に持ち上がってぎこちない感じで片目を少し細める表情が素敵です。これはを使う時に真似したい表情だぜ。もし視聴者の学生さんも困ったらこの幻想郷擬音を使ってみましょう。幻想郷の擬音は面白いし可愛いからいいよな。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんが好きな幻想郷の擬音があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。